こんにちは、合気なのよ。こんにちは、竹ムスなのぜ。今日も楽しく合気道紹介をしていくのよ。武道未経験者にもわかりやすく紹介していきたいと思うのぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。というわけで今日はどんな感じで合気道紹介をしていくのかしら。そうだな、今日は開祖の時期弟子について紹介したいと思うのぜ。へえ、その時期弟子ってどういう意味なのかしら。普通の弟子とは違うの？そうだな、流祖から直接教えを受けた弟子という意味で直弟子という言葉を使うのぜ。で、流祖って何？流祖は開祖とほぼ同じ意味でその流派を始めた人のことなのぜ。合気道の場合、流祖すなわち合気道を始めた人は上柴森平なのぜ。今回は開祖と呼称するのだけれど、上柴森平から合気道を直接教わったことのある人たちを紹介していくのぜ。なるほど、理解したわ。でもよほどの合気道マニアじゃないと開祖の弟子なんてマニアックな存在を紹介されてもそうなんだって終わっちゃうんじゃないの。紹介することに何の意味があるのかしら。確かに合気がそう思うのも無理はないのぜ。でもこの話はこれから合気道を始めようとしている人にとっても十分に価値のある話なのぜ。なぜなら以前動画で挙げた合気道の歴史でも少し触れたけど、開祖の弟子たちは決して一枚岩ではなかったのぜ。中には別の組織を立ち上げて合気道を名乗っている人もいるのぜ。それって元祖と本家で争うラーメン屋さんみたいなことになっちゃうんじゃないの？良いところをついてくるのぜ。その辺についてこの動画ではどっちが良いなどの判断はしないのぜ。そうなってしまった理由を当時の時代背景を踏まえて説明していくのぜ。まずは説明をわかりやすくするために開祖の時期弟子を分類してみたのぜ。天の声さん。カモン。開祖の時期弟子の分類。A、開祖に入門して、その後も合気会で合気道を教えている。B、開祖に入門するが、その後は別の合気道団体を創設し、合気道を教えている。C、開祖に入門するが、その後は合気道とは関係ない別の団体を創設する。D、開祖に入門するが、その後は指導者などにはならない。ありがとうなのぜ。だいぶ見慣れてきたのよ。とりあえずこの4種類に分類してみたのぜ。時間の都合上全員は紹介できないのでこちらの都合で紹介する人を厳選させていただくのぜ。よりマニアックになってしまうからね、仕方ないわね。その中でも分類の C と D に関しては合気道を始めたい人にとっての重要度が低いのでさらっと流すのぜ。そうね、時間の節約は大切なのよ。まずは D タイプから紹介するのぜ。D タイプの弟子には力士であった天竜や元プロ野球選手の荒川博などが挙げられるのぜ。彼らは本業は別にあって自己鍛錬のために入門したり、元々の自分のやっている武術の足しにするために入門したりという特徴を持つのぜ。いわば趣味で合気道をやっているに等しいタイプなのぜ。故に軍人とか政治家とか学生などが多く、開祖の門人の中でも大多数を占めていたタイプと思われるのぜ。現代でも合気道を習おうとする人の大半はこのタイプよね。昔から合気道はそういうタイプが主流だったのね。合気道に限らず一子相伝でもない限りそうなるのぜ。武道の花形の流祖や職業武道家がどうしても目立つので、裏方に消えてしまう人たちなのだけれど、真に武道を支えているのはこのタイプの人々なのぜ。そこは忘れてはいけないところね。続いて数はそんなに多くはないけれど C タイプの次期弟子を紹介するのぜ。開祖の弟子の中でも柔道家の望月実や空手家の小西康弘などが該当するのぜ。望月実は開祖の道場を訪れた柔道家の加納治五郎が開祖の技を学ばせるために使わした人物なのぜ。そういう背景もあったからなのか、望月実は開祖に入門した翌年に柔道の養成館という道場を開くのぜ。おそらく柔道の道場を開くことをあらかじめ決めていた上での入門だったと思うのぜ。それでよく入門を許されたわね。開祖も加納治五郎から紹介された人を無下に派できなかったのだと思うのぜ。それとこの時代は色々な人に支持することが割と普通のことだったのかもしれないのぜ。それってどういう意味なの？
例えば開祖は大東流やその他の武術を学んでいたけれど、それらの流派で師範となるわけではなく合気道という独自の武道を創設したのぜ。それを踏まえると望月実のように明らかに他武道をメインとしていても入門は許されるのだと思うのぜ。まあ現代だと当然のことだわね。そしてこれは先に挙げた空手家の小西康弘も同じなのぜ。小西康弘はそれこそ柔道、剣道、空手、柔術、剣術など多くを身につけて、最終的には神道寺年流空手術を創設するのぜ。弟子にピストン堀口という有名なボクシング選手がいたことでも知られているのぜ。へえ、空手界の上芝森平みたいな人なのね。まあそういう言い方をしてもあながち間違いではないと思うのぜ。開祖のような武道歴を持つ人がゴロゴロしていた時代だったと思うのぜ。ここまでは現代の合気道とは関連の薄い人物紹介だったのぜ。ここからは動画の尺の都合上 A と B タイプの紹介は前半と後半に分けるのぜ。とうとう一つの動画に収まらないほど長くなってしまったのね。それについては編集力が足りずごめんなのぜ。お詫びとして後半も楽しんでもらえるような内容にするのぜ。そう頑張りなさいね。なのぜ。それじゃあ B タイプの直弟子を紹介していくのぜ。中でも開祖が生前のうちに独立した珍しいタイプを2人先に紹介するのぜ。1人目は、井上則明の神話帯同。なのぜ。井上則明は開祖の身内で甥にあたる人物なのぜ。開祖は父親が亡くなってからしばらく大本という神道系の宗教団体で上芝塾という道場を開いていたのぜ。そんな開祖のごく初期の状態から一緒に汗を流してきたのが井上則明なのぜ。しかし時代は開祖の安寧を許さず日本は戦争時代に突入するのぜ。そんな時代背景の中で大本は2回の大本事件により亡くなってしまうのぜ。開祖はそれを契機に大本から離れていくのだけれど井上則明は大本側に残るのぜ。激動の時代によって開祖の元を離れざるを得なくなってしまった井上則明が創設した武道が神話帯同なのぜ。そんなドラマがあったのね。また、神話帯同、ハートに神栄帯同に解消したので、調べたい場合はそっちで検索するといいのぜ。そして二人目が、平井実の日本降臨会。なのぜ。平井実は東平光一と同時期に入門した開祖の直弟子なのぜ。しかし開祖と師弟関係にあった時間が短いので他の弟子とは一概には比べることのできない人物なのぜ。どういうことなのかしら？少々背景が複雑なので順を追って説明するのぜ。平井実が開祖と出会った1939年当時、開祖の道場は工部会という名前で活動していて、周囲からは上芝流合気武道や工部合気などと呼ばれていたのぜ。そしてその時代において開祖の道場も例外なく戦時統制の影響を受けることになるのぜ。その一環として工部会も大日本武徳会という政府の外郭団体に属さねばならなくなったのぜ。そして1942年に工部会は大日本武徳会の中の合気道部ということになってしまうのぜ。当時の開祖は自らの合気道を便宜上とはいえ政府に取り上げられてしまったことに対して承知はしたが納得はしていなかったのぜ。このことを契機に開祖は茨城県の岩間に移り住み合気神社の建立や合気荘の運営に尽力するようになるのぜ。大日本武徳会には開祖の道場で総務をしていた平井実が開祖より指名を受け派遣されるのぜ。というわけで合気道部の幹事となった平井実派その責任を果たすべく大日本武徳会合気道を制定するのぜ。しかし開祖と他元を分かつ原因となった大日本武徳会は日本が終戦を迎えると GHQ の方針により解散させられてしまうのぜ。そんな時代の流れに抗うべく平井実は日本降臨会を設立していくことになるのぜ。ここにも壮大なドラマがあったのね。そうだぜ。合気道の黎明期は誰しもが時代に翻弄されてきたのぜ。それでも開祖に入門してから2年ほどしか経っていない平井実が大日本武徳会の合気道部を取り仕切ることができたのは、開祖の弟子になる以前より修行していた様々な柔術によるところが大きいと思うのぜ。故に平井実の日本降臨会は柔術よりの合気道になっているのぜ。これでまた形違いの合気道が増えていくのね。仕方のないこととはいえ何か複雑ね。
というわけで、親衛隊道と日本降臨会という2つの合気道団体を紹介したのぜ。このように同じ合気道という呼称を持つ団体でも開祖の合気道とは内容が大きく違っているのぜ。こういった合気道の違いを理解してもらうことが、合気道の普及のために合気道入門の敷居を下げる第一歩になると考えるのぜ。それじゃあ今回はこの辺で終わるのぜ。合気道の魅力が少しでも伝えられたのなら嬉しいのぜ。次回の動画はこの続きになるのよ。後半では開祖の死後に独立した時期でした地から紹介していくのぜ。合気道の神様と呼ばれた塩田剛三も紹介するので楽しみにしていてくれなのぜ。それでは皆様も良い合気道ライフを楽しんでくれなのぜ。チャンネル登録をしていただくとモチベーションが上がって配信頻度が増えると思うのよ。いち早く更新のお知らせを届けることもできるのでおすすめなのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。